私、さっきまで繁華街を歩いてたはずなのに。ようこそ、ハウスでありーべ。さあ、聞かせてください。あなたの心の中にある暗い闇の正体を。今日も仕事かったるいな。会社行きたくねえ。おはよう。そんな元気のない顔して、幸せが逃げちゃうぞ。ゆきさん、おはようございます。いい返事。男の子ならもっとシャキッとしなきゃ。今日も一日頑張りましょう。はい、頑張ります。とある外資系企業のいつもの朝、日頃忙しく走り回っている営業たちは、今日も疲れ切った顔で出勤してくる。しかし、そんな彼らも、ユキの顔を見ると、頬がだらしなく緩む。今日も男たちの視線を感じる。成績も1位だし、新しく買ったスーツもバッチリ決まってる。仕事ができる美人 OL。なんて素晴らしい響きなの。自分の完璧さが恐ろしい。私こそ高嶺の花よね。この会社には他に女性社員がいない。いや、正確にはいるのだが、ユキがあまりに美しいため、存在が霞んでいる。それほどまでに、ユキの美貌は凄まじいものだった。それから10年後。ゆきさん、この領収書お願いしたいんですけど。オッケー。私に任せておいて。本当は経費で落ちないんだけど、今回は特別だからね。ありがとうございます。まったくもう。何その気の抜けた返事は。男の子なんだから、もっとシャキッとしなきゃダメよ。わかりました。失礼します。10年の月日が流れ、ユキは能力を見込まれて昇進し、営業たちを管理する立場の内勤へと転属した。あの子ったら、まだ私に気があるのね。話をするたびに緊張しちゃって。10年を経ても、ユキのナルシストぶりは変わらなかった。むしろ、立場が上になったことでさらに気を使われるため、悪化したと言ってもいいだろう。だが、ある日のこと。みんな、新入社員を紹介する。こちら、今日から働くことになったカンナさんだ。彼女は新卒で右も左もわからない状態だ。全員でサポートして、一人前にしてやってくれ。それじゃあ、カンナさん、一言お願いしますね。はじめまして。今日からご一緒させていただきます、カンナです。何もわからない若輩者ですが、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。へえ、かわいい子ね。今時の子っぽいし。でも、男たちはなびかないわよ。だってあの子たちは、私に夢中なんだから。それから数日後。カンナちゃん、昨日教えたやつできたかな？それが、まだで。何かわからないことでもあった？はい。すみません。今日中には終わらせますから。そんな急がなくてもいいよ。新人なんだからゆっくり覚えればいいからね。わからなかったら俺が教えるからさ。何でも聞いてよ。はい。ありがとうございます。何よあれ。ちょっと甘やかしすぎなんじゃないの？だいたいあの仕事なんて、資料にあるデータをそのまま打ち込むだけじゃない。すいません、ゆきさん。この領収書お願いします。まったくもう、しょうがないわね。今回も、特別だからね。ありがとうございます。私を見てる。やっぱりこの子は私に夢中。ちょっと可愛いからって。カンナなんて所詮道端の花よ。高嶺の花の私にはかなわないのよ。でさっきゆきさんのとこ行ってきたんだけどさ。私の話？お前見た？ゆきさんの服。最近はまともに見ないようにしてるんですけど、何かありました？腹がさ、ベルトにお肉が乗っかってんの。服ピッチピチだし、さすがに引くよな。
きついっすね。昔はめちゃめちゃ美人だったのに。時間って本当に残酷っすね。嘘。そんな。ユキは自分の悪評に耳を疑った。嘘だ。そんなの嘘だ。自分はこの会社で一番美しいんだ。心の中でそう叫びながら、ユキは走り出していた。気づくと家へとたどり着き、洗面台の前で鏡を見た。しかし、鏡に映っていたのは、涙と汗で化粧が崩れた醜い小太りの中年女性だった。なるほど。そんなことがあったのですね。私が一番美しかったのに、営業してた頃のスーツはもう着れない。お腹の肉もこんなにつまめるし、顔のシワだってこんなに。こんな状態じゃ仕事になんていけない。ずっと美しいままでいられると思ってたのに。私。女性なら誰しも、いつまでも美しくありたいと思うもの。あなたのお気持ち、よくわかります。そんなあなたにはこちらの品がよろしいかと。そう言うと、占い師はあるものをユキに手渡した。これは、ジョーカー？占い師が手渡したのは、薄茶色の細いレザーの紐に通された銀色の三日月の形のプレートの上にムーンストーンをあしらった美しいチョーカーだった。こちらを肌身離さずつけてください。そうすれば、あなたはきっと幸せになれるでしょう。ですが、何があっても絶対に外してはいけません。絶対にです。ユキは美しく輝くチョーカーを気に入った。そしてその場で首につけ、館を後にした。そして翌日。もうこんな時間、仕事に行かなきゃ。って、いつものように洗面台の前に立ったユキ。そこには、昨日見た無残な姿とは全く別のユキが映っていた。私だ。綺麗だった時の、一番生き生きしていた時の私。いや、その時よりもずっと綺麗。肌のきめ細やかさが恐ろしいほど違う。チョーカーの効力で美しくなった自分を見たユキは歓喜の涙を流した。この姿なら、昔のお気に入りのスーツも着れる。見てなさいよ。これで、私があの会社で一番綺麗なんだから。男たちの視線を集めるのは、この私以外いないのよ。Haus der Liebe。はあ、今日も仕事かったるいな。おはよう。どうしたの？そんな元気のない顔して。幸せが逃げちゃうぞ。おはようございます。今日も一日頑張りましょう。はい。頑張ります。あれ、あんな人、うちの会社にいたかな？失礼します。この領収書お願いしたいんすけど。オッケー。私に任せておいて。これ、本当は経費で落ちないんだけど、今回は特別だからね。はあ。あなた、誰？誰って？いやね、ユキに決まってるじゃない。嘘！いや、マジでユキさんだ。っていうか、10年前の綺麗だった時のユキさんじゃん。どういうこと？ユキさん何かしたの？内緒。秘密が女を綺麗にするのよ。見とれてないで、早く仕事に戻りなさい。やった、間違いないわ。本当に綺麗な私に戻ったんだ。これで、また私が会社で一番の美人よ。もうカンナなんか目じゃないわ。ユキの突然の若返りに会社中の人間が驚き、若返りの秘訣を聞きに来たが、占い師のこともアクセサリーのことも
一切話さなかった。私が一番綺麗でいたいのに、教えるわけないじゃない。会社ではユキの噂で持ちきりになり、そしてユキの圧倒的な美しさに、カンナの存在感は薄くなっていった。そのことも、ユキの優越感を満たした。だが、数ヶ月経つと、社員たちも美しくなったユキに慣れてしまった。うちの会社さ、ユキさんとカンナちゃん、綺麗どころが2人もいて眼福っすね。そうだな。会社来る唯一の楽しみになってるしな。ところで、お前ユキさん派？カンナちゃん派？どっち？難しいな。お姉様の魅力のユキさんか、妹系のカンナちゃんか。でも、どっちかっていうと、性格に難ありだけどユキさんかな。お前は年上好きだよな。最初は俺もユキさんの悪魔的な魅力に夢中になったけど、見た目も大事だけど、やっぱり性格がいいカンナちゃん派だな。癒される？どういうこと？カンナ派って何よ？私が一番なんだから、カンナ派なんてあるわけないじゃない。それに年上好きって何よ？私は輝いたのに、冗談じゃないわ。動揺したユキは化粧室に駆け込み、鏡を覗き込んだ。ほら、やっぱり若いじゃない。でも、気のせい？初めてチョーカーつけた時より、ちょっとくすんでる。いやいや、そんなはず。でも、お願い！アクセサリーもう一つください！ユキさん、一体どうされたのですか？私、一番じゃなきゃダメなの！カンナ派なんてそんなのあっちゃダメよ！ねえ、占い師さん！このチョーカー、効果が落ちてない！そんなことはございません。いささか混乱されておられるようですが、アクセサリーをつけられてから変わらずお綺麗ですよ。でも二つつけた方が効果が強くなるんじゃないかしら。だからお願い、今度はお金払うから。いいえ、一つでも十分強力なものです。むやみにたくさん身につけると、むしろ害が出てしまうでしょう。さあ、お帰りください。ユキは仕方なく館を後にした。何よ、あの占い師！お金払うって言ってるんだから、もう一個くれればいいのにもったいつけちゃって。もういいわよ。これってムーンストーンでしょ？女子力アップさせるってネットに書いてあったし、他の店で買ってつけちゃおう。納得がいかないユキは、その足でラッキーストーンを売る店に立ち寄り、ムーンストーンのチョーカーを購入して自宅に帰った。その様子を占い師は水晶を通して見ていた。私が作ったアクセサリーを人が売り買いする意志と同列に扱うとは愚かな女だ。そして人の好みも千差万別。たとえ私のアクセサリーの力でも世のすべての人の中で一番になれるはずもない。どうやらアクセサリーの効力を自ら下げてしまっている。本人も効果を十分に感じられなくなっているようだ。もう一つつければもっと若返って、もっと綺麗になるはず。二つチョーカーをつけると、やっぱ何か変ね。そっか、片方の紐に新しいムーンストーンをもう一個つければ、ジョーカーに二つのムーンストーンをつけられるわ。そういえばあの占い師、絶対外すなって言ってたけど。でも紐に通さなきゃいけないし、一旦外すしかないわね。少しの間だけだし、すぐに身につければ問題ないでしょ。ユキはチョーカーを外すと、買ってきたペンダントトップをチョーカーの革紐に通した。そして、ペンダントトップが2つついたチョーカーを再び首につけた。さあ、どのくらい綺麗になったかしら。ユキはバスルームに急ぎ、洗面台の鏡を見て自分の姿を確認した。ユキは自分の姿に驚き、絶叫を上げた後、そのまま後ろにひっくり返ってしまった。ユキよ、
美と永遠の若さは誰もが求めてやまない。しかし、人の魅力は外見や若さだけではない。心からの笑顔、自信に満ちた姿、そして年を重ねた者にしか出せない美もある。容姿や能力に恵まれたお前なら、体を健やかに保ち、心を磨く努力をしていけば、美しく年を重ね、本当に幸せになれただろう。そうすれば、周りもお前を認め、外見を基準にせず、敬い慕っただろう。だが、お前は美に取りつかれ、尽きない欲と歪んだ心で、外見の美だけに異常に執着した。顔は心の鏡というが、高すぎるプライドがあだとなり、その結果、哀れな姿になったのだ。もはや、高嶺の花はどこにもない。枯れ落ちた花のように。